皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の2日、木曜日ですね。時間が日本時間の夜の8時52分ということで、約30分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。先ほど一度スタートしたんですけど、今日のタイトルが非常に長くてですね、最近はなんか画面上に出てくるんですよね。それで一番下の方に、消すところがあるんですけど、これが隠れてて消せないということで、一度再スタートして、この下にですね、今日のメインテーマ、長いメインテーマを投稿したという形になってるんですね。ということで今日のワイワイニュースライブ通算で2770回ということになりますね。今日のメインテーマですけど、この長いやつをちょっと読んでみますね。三種の神器とは日本神話に基づく宗教上神道上の宝物であり、これを象徴天皇制の天皇交代の正当性を保障する道具として使うことは、象徴天皇制イコール宗教神道を意味し、日本国憲法第1条と第2条第20条3項に明白に違反しているというのが今日のメインテーマです。ということで今日の放送を始めたいということで、土山純一さん、お茶爆店配信ありがとうございます。それからベガンラバーさん、お久しぶりです。農業に励んでましたという。そうなんだ、いいですね。ということですね。K さん、コンティニューコインですね。ということで今日の最新のお知らせですけど、明日金曜日5月3日は早稲田クロニクル主催のイベントが東京青山でありますんで、それに参加するということで放送はお休みさせていただくということですね。で5月3日っていうのは祭日にはなってないんですけど、日本国憲法が1947年5月3日に施行されたという記念日ですね。ということです。明日の放送はお休みさせていただくということですね。早稲田クロニクル主催で、韓国から、いわゆる、探査報道、タパの人たち2、3名を招待して、韓国映画、これ私を見たんですけど、共犯者たちという優れたドキュメンタリー映画を上映しながら彼らの話を聞くという非常に、興味深いですねイベントがあるんですね。明日の12時から5時ぐらいまで、長いイベントですけど、で、結局、韓国ではイ・ミョンバク前大統領の時にですね、露骨な報道介入があって、軒並み、軒並み新聞社の社長とか、あるいは編集長、あるいはニュース報道各社のトップ、あるいはデスク、あるいはメインキャスター等々がパージされるというとんでもない弾圧の嵐が吹き荒れたことなんですけど、それに一歩も退かずですね、抵抗した韓国の報道の人たちの戦いぶりをタパがドキュメンタリーに編集して2時間ぐらいですけど、非常に優れた
ドキュメンタリー映画を作ったんですね。それの当事者たちがわざわざ日本に来るということなんで、ぜひ私も参加したいなということで明日行くわけです。ということですね。で、今日の画像ですけど、今日の画像、最初はですね、昨日の水曜日の英日語放送のYouTube アップしてくれてます匿名の方がですね、毎回 YouTube 放送向けにですね、こういうふうな表紙を作ってくれたんですね。非常に簡潔でポイントをついてる表紙になってるんですけど、これは昨日の水曜日の英日語放送で、これは小出先生と、それからガンマの空気線量の地図ですね、真っ赤っかと。で、あなたは知ってますかと。がん、肺炎、心筋梗塞、異常な倍率で多発していると。福島第一原発事故から8年という、こういう非常に、見やすい、簡潔な表示を作ってくれているということなんです。非常にありがたいですね。ですから今はこのツイキャステレビでのライブ放送と、それからその後の録画の視聴者数、大体500名ぐらいなんですけど、それプラス YouTube の録画を見てくれる人が500名ですから、ほぼ毎日1000名ぐらいの方がですね、視聴して、くれてるということなんですね。ということです。ヒロさん、こちらですね。からこれはしげこさんですか。コンティニューコインですね。そして今日の画像の2番目、これは今日のトピックスで取り上げますけど、タイの国王ですね、前国王が死亡したという中で、息子がですね後を継いだんですね。で、彼が戴冠式を行うということなんですけど、その直前に、10年来の、恋人だった元の CA キャビンアテンダント、飛行機のいわゆる乗客キャビンアテンダントだった女性と結婚すると。それしかも4度目の結婚だということで、タイっていうのはこの AFP の記事にありますように、不敬罪、皇室あるいは国王を批判するだけでもう逮捕されると、重罪が課せられるというとんでもない国なんですね。それで報道各社は自粛すると、あるいはこの国王っていうのは頻繁にドイツに、何しに行ったか分かんないんですけど、遊びに行ってるってことすらも一般国民には知らされないという状況なんですね。それと今日のメインテーマですけど、三種の神器とは一体何なのかということですね。これが三種の神器なんですね。玉と剣と鏡というこの三種の神器、これは一体何なんだろうということで、この天皇が交代するという儀式の中でですね、こういう儀式があったんですね。これは5月の1日に新天皇徳仁新天皇59歳が5月の1日午前10時半から皇居の宮殿の松の間で歴代天皇に伝わる神器などを受け継いだ献辞等継承の儀という、儀式の写真なんですね。で、ここで侍従みたいな人たちが捧げ、持ってる中で、こちら側とから一番奥、こちら側が玉だと思うんですね。
勾玉っていうのか、勾玉ですね。一番こちらの侍従が捧げ持ってるのが勾玉。そして一番、左側の人が、捧ぎ持ってるのがこれ剣なんですね。で真ん中の2人はこれは天皇の印鑑ですね。天皇印と刻印、この4つを、前天皇から引き継ぐという儀式なんですけど、ここでなぜか三種の神器の3つ目の鏡がないんですね。鏡がなぜか引き継がれてないという。前回もそうなんですね。昭和天皇が亡くなって、明仁天皇が新天皇になった時のこの同じ、儀式があったんですけど、その時も三種の神器のうち鏡は登場しないと。なぜなんだろうという素朴な疑問なんですね。一説では鏡は安置場所からは移動できないということが理由になってるらしいんですけど、おかしいですよね。三種の神器を引き継ぐと、新しい天皇が前天皇から引き継ぐと、この三種の神器っていうのが天皇の正当性、後継者としての正当性を象徴するもんだという非常に重要な意味を持ってるんですけど、その三種の3つの神器のうち、鏡だけがなぜか前回も今回もこの儀式の中では取り扱われてないということで、もともとないんじゃないかと私はそういうふうに思いますけどね。南北朝時代に、失ったんでしょうかねという石森さん、私もそうだと思いますね。南北朝時代で、あるいは南朝北朝の戦いの中で、鏡がどっか行っちゃったか、あるいは孝明天皇を暗殺して、睦仁親王も暗殺して、そして、大室虎之助に差し替えたという明治維新の同作さんの中で、孝明天皇から奪った三種の神器の中でこの鏡だけがなかったんじゃないかというふうに私は思うんですけどね。K さん、これは鏡か。鏡ですね。これをなんとかの鏡って言うんですね。八田の鏡って読むんですね。八田の鏡は本来、天守に、祀ってありますので動かすものではありません。石浜さんからと。あ、そうなんだ。ということです。今日のメインテーマこの三種の神器、これとそれからこの儀式ですね。この写真です。何でしたっけ。そっか。それで次にですね、今日の画像をアップしますかね。それからこれですね。検事等承継の儀です。
というか、初耳さん、コンティニューコイン、配信ありがとうございますということですね。初耳さん、コンティニューコイン、3枚、4枚。いつもたくさんのコンティニューコインいただいてありがとうございます。1、2、3、4、4枚、5枚ですね。砂月金さん、八田の鏡とは伊勢神宮の実物にヘブライ語、神話やレプリカの歴史を解説していると。そういうことなんだ。メルヘン中尾さん、コンティニューコインですね。砂月金さん、コンティニューコインですね。2枚ですね。初耳さん、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれましたね。そして今日の注目情報ですけど、これなかなか面白い記事なんですね。日刊現代の美味新報ですよね。原作者が鼻血問題の騒動後をブログで告発という、これは4月の19日付の記事ですね。ということで、この刈谷さんかな、原作者刈谷氏。私の鼻血問題を通じて言えることは、この国では真実を語ってはいけないということ。一番悲しいのは、腐敗した支配者を糾弾することはせず、逆に支配者にとって不都合な真実を語る人間をつまはじきにする日本の社会の姿です。これですね、今の日本ですね。で、人気漫画「美味新報」の原作者の刈谷哲氏がこう書き込んだブログが話題騒然だと。刈谷氏は週刊ビッグコミックススプリッツ2014年4月28日号発売小学館に美味新報福島の真実編を掲載。東京電力福島第一原発を訪れた主人公らが鼻血を出す描写をめぐり、安倍首相から政府としては根拠のない風評を払拭していくなどと通罵され、世論の批判にさらされたと。奇怪なことと題した今月15日付のブログには、騒動後の出来事が詳細に綴られていると。当時のスピリッツ編集部には抗議電話が殺到し、午前10時から午後10時近くまで電話が鳴りやまず、20回回線がつながって業務に支障をきたしたというと。15年に著書「美味新報鼻血問題に答える有限者」を発売後、対談したジャーナリストからは開口一番、僕は刈谷さんに反対ですと非難され、今年3月中旬にテレビ番組のディレクターから美味新報関連の出演依頼を受けて快諾するも、上司からの進言で番組内容がガラッと変わったなどと告げられ見送られたというと。刈谷氏は安倍首相に風評扱いされて以降、おかしな感じを抱くようになったというと。テレビ雑誌などジャーナリズムの関係の人が妙に私に対して白々しい態度を取ることが気になり始めたと。メディアが政権に忖度し、刈谷氏の封じ込めに動いているのだとしたら、とんでもないことだというのが全文ですね。ヘブライ語が書いてあれば出せないと思いますと、大方輸入鏡でしょうと。砂月にさん、なるほど。だから神話ですから、根も葉もないことを根拠にしてるから、本物じゃないんですよね。だから不都合なことがあるから、なんか天皇も皇族も実物を見たことがないということらしいですよね。謎めいてますよね。輸入品か。輸入品、砂月にさん。これが美味新報ですね。はい。これの URL をアップしておきます。今日の重要情報。安倍が何か言うと、自民党のと電通が金を払って動員するいわゆるネトウヨがですね、集中して、出版社等々に電話をかけまくるということでしょう。
全部連動してるんですよね。で、今日の推薦図書、これ読みますけど、時間の都合で、一番最後に、回しますね。そして今日のメインテーマに移ります。今日のメインテーマ、三種の神器とは日本神話に基づく宗教神道上の宝物であり、これを象徴天皇制の天皇交代の正当性を保障する道具として使うことは、象徴天皇制イコール宗教神道を意味し、日本国憲法第1条と第2条3項に明白に違反していると。で、以下の三種の神器の解説、これウィキペディアから抜粋したものですね、をまず読んでくださいということで、三種の神器とは何かということで、この画像をまず出すわけですね。これですね。で、日本神話において、天孫降臨の際に天照大神がニニギの命に授けたとされる3種類の宝物と、八鷹の鏡、八坂にの勾玉、草薙の太刀の総称、またこれと同一とされる、あるいはこれになぞらえる日本の歴代天皇が継承してきた3種類の宝物のことということですね。で、1、八鷹の鏡は何かというと、危機神話で天照大神が天の岩戸に隠れた岩戸隠れの際、石彫りとどめの命が作ったという鏡と、天照大神が岩戸を開く細く開けた時、この鏡で天照大神自身を映し、興味を持たせて外に引き出し、再び世は明るくなった。後に鏡は天照大神がニニギの命に授けたと言われると。これが鏡なんですね。で、2つ目、八坂にのの勾玉か。勾玉ですね。草薙の剣の旧名で、古事記では草薙の太刀と記されると。危機神話では竹早須佐能の命が出雲日の川見現島根県安芸地方の中国山地側奥出雲町で倒したヤマタノオロチの尾っぽから出てきた剣と、後ヤマトタケルの命が譲り受け、移動中周りで火を囲まれた時、姫を守るため自らの周りの草を焼き、火打ち石で草を焼いた時台頭してたことから予定調和の剣とされると。静岡県焼津の地名はこの時、草を焼いたことによるとされるという神話ですね。これが 3つですね。そうですね。鏡と勾玉と太刀ですね。で、以上の解説を読めば、三種の神器の起源は全て日本神話であることがわかると。で、神話とは何かというと、現実に起こった歴史的事実ではなく、権力者が権力支配のために全知全能の神を主人公にして創作した作り話だと。問題はこの作り話である日本神話を起源とする三種の神器が、戦後の象徴天皇制の天皇交代を正当化するために公式行事の中で使われたということだと。もしも三種の神器と同じく日本神話を起源とする伊勢神宮が最高権威者である大宮司の交代に際してその正当性を保障するために三種の神器を用いることは、宗教法人伊勢神宮としては当然だろうと。しかし日本国民の総意に基づく戦後の象徴天皇制の天皇交代の際に、その正当性を保障するものとして三種の神器を用いて公式行事を国費で執り行うということは、戦後の象徴天皇制が
伊勢神宮と同じく日本神話を起源とする宗教的存在であることを意味することになると。で、画像が2ですね。で、この儀式をこういうふうに馬鹿げたですね、粛々としてるという、笑っちゃいますよね、これね。何の科学的根拠、歴史的根拠がない神話に基づいてでっち上げた三種の神器のうちの2つの神器をこのように、重々しく持ち上げて、新天皇に、受け継ぐ儀式をすると、国費でするということに対して誰も疑問を呈さないというとんでもないことが起こっているんですね。ですなわち日本神話を起源とする三種の神器を象徴天皇制の万世一系の正当性の根拠として使うこと自体、1、日本国憲法第1条の規定、2、日本国憲法第20条第3項の規定に完全に反してんだと。で、日本国憲法第1条ですね、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくということですね。それから日本国憲法第20条第3項、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと。もう典型的な神話に基づく、宗教活動そのものですよね。宗教そのものですよね。ですなわち戦後の象徴天皇制は表向きは国民の総意に基づく国を象徴する民主的で近代的な制度の体制を体裁を持っているが、その本質は戦前の神がかり軍事独裁天皇制と同じく日本神話を起源とする宗教神道制度であるということなんですね。で、天皇制廃止に向けて我々がまず最初にやらなければならないことは、天皇と皇族の行事からですね、全ての宗教的活動を排除することだろうということなんですね。で、宗教的活動を排除すれば、非常に象徴天皇制というのは本来の意味の国民の総意に基づく国を象徴する天皇制に、一歩近づくということなんですね。でももともと天皇制自体っていうのはいらないよと、主権在民の原則に反するわけですよね。一般国民とは全く別格の少数の人たちが特別扱いされ、様扱いされ、年間320億円の国費を使って、そのうち7億円ぐらいしか彼らの生活費に回らないと。他の310何億円はその取り巻きですよ。天皇利権に取り巻く宮内庁とか等々の政治家官僚等々に、使われてしまうということなんですね。で、関連情報として、これメールの転載なんですけど、戒厳ブームに浮かれたゴールデンウィークの明けに、新天皇の即位と大商祭は憲法違反であると訴えた裁判が開かれると。で、昨年12月10日、東京地裁に即位大商祭違憲訴訟の訴訟提起を行いましたと。ゴールデンウィーク明けの5月8日に東京地裁で第2回口頭弁論が行われると。傍聴支援をお願いしたいとのことですということで、これは即位大商祭違憲訴訟の会というのなんですね。で、第2回口頭弁論が5月の8日水曜日午後14時半からですね、東京地裁103号法廷です。で、終了後弁護士会館にて、報告集会を予定するということですね。これが今日のメインテーマです。ポイントだけアップしてみますかね。天皇制反対のデモも行われましたねと。そうですね。かなりネトウヨというか街頭右翼が毎回そうなんですけど、大量動員して、妨害したと
いうことですね。コンティニューコインですね。モフ猫坊さん、アフターマッチさんがお茶ですね。ということで今日のメインテーマをアップします。ポイント。で、三種の神器とは何かと。これウィキペディアの抜粋なんですね。まさに神話の世界ですよ。歴史事実とは一切関係ないでっち上げ作り話で、日本神話においてこの三種の神器っていうのが、これ全部入るかな。ダメだ。これが公開されてないってことは、要するに科学的な検証を拒否してるんですね。この三種の神器が公開され科学的な検証されれば、要するにどこからいつ頃の時代に作られ、どういうルートで入ってきたかと、あるいは誰が作ったかと、どの地方で作られたかというのが全部バレちゃうから全部秘密にしてるんでしょうね。だから天皇の墓が科学的な調査一切拒否してると、神話の世界を守ってるわけですよね。そして消しちゃった。今日のメインテーマですね。で、八鷹の鏡。これ伊勢神宮は天照大神ですよね、立て祀ってるのが。だからまさに本来だったらこの三種の神器っていうのは伊勢神宮のいわゆる最高責任者である大宮司が世代交代するときに、用いるものなんですけど、それを天皇の代替わりに使っちゃってるということでしょうね。おかしいんじゃないのと。本来は宗教法人伊勢神宮が使うべきものを天皇家が横取りして、天皇の交代の時にその正当性を保証するものとして使っているというのは、だから伊勢神宮クレームしないといけないんじゃないですか、宮内庁に。それから鏡ですね。それから勾玉。これ読まなかったのかな。大きな玉で作った勾玉であり、一般に尺八の尾につないだ勾玉ともされると。岩戸隠れの際に玉の親の御事が作り、八田の鏡とともに
えっと柏の木にかけられたという神話上の説明があるんですね。尺八の尾につけたということらしいですね。から3番目、太刀。これも長いんだよね。で、ヤマタノオロチを退治した際、尾っぽから出てきたということなんですね。尾っぽから剣が出てくるかって。で、倒したヤマタノオロチの尾から出てきた剣と、後ヤマタノタケルノミコトが譲り受け、移動中周りの火で囲まれた時、姫を守った自らの周りの草を、火をつけ、火打ち牛で、草を焼いたと。火打ち石で草を焼いた時に台頭してたと言われているということで、焼津の地名の由来だという、本当かよと、まさに神話なんですね。で、以上の解説を読めば、三種の神器の起源はすべて日本神話であることがわかると。神話とは現実に起こった歴史的事実ではなく、権力者が権力支配のために全知全能の神を主人公にして創作した作り話なんだと。だから三種の神器の元は作り話から来てるんですから、何の科学的歴史的な根拠がないということでしょうね。だから秘密にしないといけないと。正体がバレるからと。で、問題は作り話である日本神話を起源とする三種の神器が戦後の象徴天皇制の天皇交代を正当化するための行事の中で用いられたということなんですね。だから伊勢神宮の大宮司が交代するという時に使うのは別に問題ないんですけど、天皇ですよ。象徴天皇制の天皇が代替わりする時に使うのはおかしいんじゃないと。で、もしも三種の神器と同じく日本神話を起源とする伊勢神宮が最高権威者である大宮司の交代に際してその正当性を保障するために三種の神器を用いることは宗教法人伊勢神宮としては当然だろうということだね。でも戦後の象徴天皇制、日本国民の総意に基づく戦後の象徴天皇制の政権天皇交代の際にその正当性を保障するものとして三種の神器を用いて公式行事を国費で執り行うということは、戦後の象徴天皇制が伊勢神宮と同じく日本神話を起源とする宗教的存在、宗教法人であるということを意味するんだということになっちゃうんですね。伊勢神宮と同じじゃないかと。戦後の象徴天皇制は伊勢神宮と同じく神道の宗教的存在と、宗教法人であるというふうになっちゃうんですよ。で、画像が2ですね。この画像が典型的ですよね。ですなわち日本神話を起源とする三種の神器を象徴天皇制の万世一系の正当性の根拠として使うこと自体、日本憲法1条と憲法第20条第3項に明白に違反してんだと。憲法違反だと。誰が見てもおかしいじゃないか
からそれ日本の裁判所は絶対認めないですからね。憲法違反ではないっていう判決もう分かりきってるんですよ。憲法第1条、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと。嘘つけと。それじゃ国民投票なんか一度でもしたのかと。から憲法第20条第3項、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動をしてはならないと。天皇もその中に当然ながら入るんですよね。アスパラカップさん、自分なんかはいろいろ変な方向に考えてしまうたちで、この社会も単に何の正当性もない暴力によって秩序維持されている幻想に過ぎないとか考えちゃうと何とも言えない気持ちになるんですよという、なんか絶望的なこと言ってますけど、絶望しちゃダメですよ。やはり、戦わないとダメですよね。不条理に対して黙っちゃいけないと。目を塞いじゃいけないと。口を塞いじゃいけないと。耳を塞いじゃいけないと。ですね。すなわち戦後の象徴天皇制は表向きは国民の総意に基づく国を象徴する民主的で近代的な制度の体裁を持ってるがと。表と裏が全然違うんですね。日本の特徴ですよね。あらゆるところに表のもっともらしい表の裏には醜い本質が隠れている、隠されている。その本質は戦前の神がかり軍事独裁天皇制と同じく日本神話を起源とする宗教神道制度であるということなんですね。そのことを日本国民のほとんどは分からずに、ただ昭仁天皇皇后は国民に寄り添って素晴らしい象徴天皇としての活動をしたという評価しか出てこないんですね。だから彼が自分の親父である昭和天皇の犯したアジア太平洋侵略戦争を主導した最高最大の戦争犯罪人であるということを彼は一切批判しないで、異論の旅で、ごまかしてきたということでしょうね。天皇制廃止に向けて我々がまず最初にやらなければならないことは、天皇と皇族の行事から全ての宗教的活動を排除すると、そういうことでしょうね。で、関連情報として、憲法違反の訴訟が5月の8日に第2回口頭弁論が始まりますということで、傍聴お願いしますということですね。で第2回口頭弁論地裁103号、東京地裁103号、2時半からですね。行ける方がいればぜひ行ってくださいということです。私も行きたいですけど、でこれを主催しているのが即位大詳細違憲訴訟の会という言われるです。というのが今日のメインテーマですね。次に今日のトピックス、平和憲法擁護者の対新しい天皇は安倍の暴走を
牽制するかどうかと。ハンギョレ新聞、なかなかいい記事ですけど、安倍の憲法破壊を牽制できないという結論になっていますね。でしょうね。マイナス1。ある程度は抵抗するけど、安倍がそれ以上の攻撃に来た時、彼は抵抗できないでしょうね。から2番目、米司法長官ロシア疑惑報告書をめぐり判断を正当化、公聴会で証言ということで、このバーっていう司法長官、怪しいですね。430ページある、ウィリアム・バー司法長官ですね。ロバート・モラー特別検察官が2年間のいわゆるロシア介入疑惑の調査報告430ページあったんですけど、それをたった4ページに、まとめて、結論だけ言って、いわゆる疑惑はなかったんだと言って、トランプに無罪であるという結論だけですね、議会に送ったというとんでもないことをやってるんですね、これ。そのためにトランプは司法長官に選んだんでしょう。バーを全部出来レースですよ、これ。民主党下院の過半数を占める民主党がどこまでトランプのいわゆる疑惑、特にモラー特別検察官を辞めさせるためにさまざまな妨害工作をしたということに対して、大統領をどこまで弾劾まで、できるかどうかですね。やれよって言うんだよね。からベネズエラで衝突が続くと、1人死亡、46人負傷ということで、クーデターは失敗したんですね。それでアメリカは混乱を防ぐために軍事介入すると脅かしてるんですけど、ソ連がそれを牽制しているということで、アメリカは軍事介入できないでしょう。からイラン、これひどいですね。17歳2人の死刑執行したと人権団体が非難ということで、イランというのは中国に次いで死刑執行の数が多いんですね。それでこの17歳の少年2人を家族にも知らせず、弁護士もつけさせず、なんか強姦容疑で、逮捕し拷問し、そして、死刑にしたと。で、死刑にした後、遺体を引き取り来いという通知だけを遺族にしたというとんでもない国なんですね、イランは。サウジアラビアもひどいけど結局宗教が支配している宗教国家なんですね。サウジアラビアにしてもイランにしても、あるいはアメリカもそうですよね。それから日本もそうですよね。今日のメインテーマ、神道日本会議が支配する宗教国家ですよ、日本も。からタイ国王4回目の結婚、新王妃は元客室乗務員ということで、あれほどタイの民主化闘争が盛り上がっても、結局軍部が前面に出て国王の指示を受けて、今軍の独裁体制がずっと続いちゃってるんですね。だからタイもあれですよ、本当の民主化っていうのはタイの王政を打倒しないとダメでしょうね。だから中国経済第1四半期の消費伸びるということで、順調に中国経済は推移しているということなんですね。で、今年の GDP 経済成長率 6.4% 達成するだと言われてるんですね。日本は 1.1% ですよ。
アメリカが 2.2、ヨーロッパが 1.6、なんでこう違うのということに対して誰も謎解きしないですね。それはなぜかというと、中国は中央銀行が信用創造したものが実体経済に反映されるからですよ。で、日本をはじめアメリカ、EU、英国等々は中央銀行が創造するいわゆる貨幣を発行して信用創造するものがほとんど全て価値を生まない、実体経済ではない、金融経済の方に使われると。だから実体経済が伸びないという、これもう明快ですよね。だから中国には民間銀行がないんですよね。全部中央銀行なんですよ。それも総資産は去年かな、世界の銀行の中での総資産ランキングで1位から4位を中国の国有銀行が占めちゃってると。日本の三菱 UFJ が6位か7位に入ってて、中国はものすごいですね。だそのうち GDP もアメリカ抜くでしょう。あと5、6年で抜くんじゃないですか。というぐらいで、ですから問題は中央銀行が発行する、あるいは政府が信用創造する、あるいは民間銀行が信用創造する、それが一体どこに使われているかということをちゃんと見て、それを実体経済に使うように、中央銀行を国有化し、全ての決定権を衆議院、日本では衆議院の常設委員会に持たせると。勝手にですね、自分たちが勝手に信用創造の額を決めて、それをほとんど政府の国債を最終的には買い上げるということを通じて、金融経済の方に使うようなシステムをやめさせるってことですよね。で、今日の重要情報、これもひどいね。安倍首相の新元号私物化の内幕ということで、独断で令和決定と、首相幹部から首相の元号でないと諌められというリテラすごいですね。立て続けにスクープ報道してますね。で、安倍がもう自分で決めたと、令和っていうのは。そういうことがもう暴露されるということですよね。これリテラの記事、ぜひ読んでください。ということで、現在53分25秒で、閲覧者が同時期が49名様、全体で112名様、コメントが67件ということですね。で、最後になりましたけど、今日の推薦図書の朗読します。最初は吉田敏弘著日米合同委員会の研究、謎の権力構造の正体に迫るという草原者刊、2016年12月20日、1500円プラス税ですね。今日は第7回目、密室での協議方式、議題はどのように決まるのかという、これで3ページかな。ここ読みますね。日米合同委員会の協議はメンバー以外入れない密室で行われると。具体的な協議の様子は明らかにされませんが、過去の新聞記事の中に珍しく関係者への取材などを通じてその一端に触れたものがありましたと。1957年4月9日の読売新聞長官、日米安保条約改廃をめぐる諸問題合同委員会の実情という記事で次のように書かれていると。合同委員会の発足当時は毎週木曜日に開かれたものだが、
最近では2週間おきに市ヶ谷の米軍司令部と外務省で順番に開くと、こういうあれですね、当時の読売新聞の記事ですね、これ。で、最近の情景を取り上げると、長い付けの一方は日本政府代表、千葉外務省アメリカ局長、今井調達庁長官、西原大蔵省財務官ら関係者がずらりと並ぶと。これと向かい合って在日米軍参謀次長ハバード海軍少将以下陸海軍3軍からの代表代理、オブザーバーの大使館員らが座ると。オブザーバーでしかないですね、大使館員は。まずその時々の問題をメモランダム、覚書として相手に渡すと。これを一読したところで協議が始まり、メモランダムを出した方のお説を拝聴ということになると。このように日本のエリート官僚と米軍の高級軍人らが対面し、日米双方からの会合の議題とすべき内容を記したメモランダムを提出、それを読んでから協議に移るという方式は日米合同委員会の発足当初から現在まで続いているものであると。記事には当時議題に上ったメモランダムの例が挙げられていると。基地の拡張や米兵犯罪など国民の生活に影響を及ぼす問題が出てきていると。で、具体的にですね、立川飛行場の滑走路拡張を求める件というメモランダムから町ぐるみの闘争、砂川事件が生まれ、今の基地反対闘争の類は全部このメモランダムから始まると。その内容は時に、相馬ヶ原の射殺事件のこともあれば、 GI 相手の夜の女問題であることもあると。演習行事中のアメリカ軍が列車を止めるのは困ると。天然記念物指定の白鳥を射撃したと。等々問題はピンからキリまであると。で、最近では1回平均10件ぐらいの議題があると。2、3年前は1回で50件くらいがその都度訴状に載ったものだと。何気ない意見のやり取り、笑顔もあまりないが、激論のあまり怒号が飛ぶこともない事務的な委員会の運びと。そこから基地問題をはじめ、日本の国民にとってはよそ事ではない結論が続々と作られていくと。それで中の1なんですね。ちょっと細かい字だから読みにくいですけどね。砂川事件。この記事で言及している砂川事件とは、1955年秋と56年秋に当時東京都砂川町現立川市にあった米軍立川基地の滑走路拡張のため、日本政府が地元農民の土地を強制収用しようと警官隊を投入して、強制、測量を行った際、これに反対する運動の過程で起きた事件を言うと。農民を中心に町ぐるみで反対運動が巻き起こり、スクラムを組んだ強制測量を阻止しようとする農民と支援の労働者学生に対し、警官隊が流血の弾圧を行い、負傷者が続出したと。これは中1なんですね。で、中2、これひどいですね。相馬ヶ原農民
農夫射殺事件と、1957年1月20日、群馬県相馬ヶ原の米軍演習場で使用済みの空の薬莢を拾っていた農夫を米陸軍兵、ウィリアム・ S・ ジラードが小銃で射殺した事件。ジラードは空の薬莢をばらまき、ママさん大丈夫と主婦をおびき寄せ、発砲したと。ジラード事件とも呼ばれると。米軍は公務中の事件なので裁判権はアメリカ側にあると主張したが、日本の世論は反発し怒りが広がったと。そのため日本の検察当局はジラードの行為は公務上とは無関係として日本側の裁判権行使を求めたと。日米両政府の折衝の結果、反米感情の高まりを避けたいアメリカ側が裁判権の不行使を決め、検察はジラードを傷害致死罪で起訴と。しかしその裏では、傷害致死罪より重い罪では起訴しないこと、日本側当局は裁判所にできる限り刑を軽くするよう勧告することを条件に、アメリカ側は裁判権を行使しないという密約が日米合同委員会で合意されていたと。それは後に、米これなんだ末波康氏の発見したアメリカ政府解禁秘密文書で、明らかになったと。ジラードは57年11月19日、前橋地裁で懲役3年執行猶予4年を言い渡されたと。その直後に帰国、除隊となり、何の咎めもなく自由の身となったと。ひどいですね、これね。というのが今日の朗読箇所です。なんか目がチカチカしてる。次、これですね。石井幸喜さんの「日本が自滅する日、官僚経済体制が国民の金を食い尽くす」。今日は第75回目の朗読ですね。第3章公共事業という名の収奪システム。第2節高速道路、港湾、空港、農道の実態と。その中の狭い日本に100の空港というところですね。読みますね。公共事業を請け負う60万社に上る全国の土木企業に仕事を与える方法の一つが空港建設であると。空港建設もまた広い範囲に予算を配分できると。滑走路やターミナルの本体部分のほかに保安施設、駐車場、整備地、周辺道路、河川改修、区画整備、緑地整備、農地開発、騒音対策、鉄道整備、通信設備、商業施設、土地不動産などの事業に金が落ち、利権が生まれると。現在我が国にある飛行場は93、建設中を含めると101であると。この中には地方の小規模なもの、調布、大分県、枕崎島や民間空港、米軍のもの、三沢ヘリポートは含まれていないと。空港建設費は特別会計等で処理され、各空港の財務に計上されないため、一般に実際の財務状況は極めて分かりにくいと。しかし建設費を別にして空港の運営だけを見ても、例えば庄内空港山形の場合は着陸料などの収入が3億円、人件費などを除く維持管理費が3億2000万円であると。大使館大館
大館能代空港のように収入1億円、支出4億円余りというところもあると。国が第7次空港整備計画、平成8年度から14年度で、平成12年までの5カ年間に注ぎ込んできた建設費は約2兆5000億。地方負担分はこの5分の1弱だと。しかしこの金額の大部分は使い捨てなのであると。借金で、賄われた建設費に対する国と地方の負担は年間600億円に達していると。こうしたコストが国際的にもダントツの空港使用料や空港運賃、そして国民の税負担、公共高く狂っている料金に跳ね返っていることは言わんでもないと。空港は県のステータスと言われる静岡県島田市と茨町の間に計画された静岡空港は、県が事業主体の第三種空港として平成18年完成を目指し建設工事が進められていると。事業区域530ヘクタールの半分以上は大高や野すりなど生息する自然地帯であると。この建設計画に静岡県内の一般住民はほとんど関心を持っていないと。利用する可能性がないからであると。伊豆から東寄りの人々は羽田の方が便利だし、愛知県寄りの人は第一種空港の中部国際空港が建設中だと。静岡付近近辺は東名も走っているし、新幹線も通っていると。静岡空港が完成しても成田や関空、羽田といった国際線や貨物ダイヤの空港とはつながらないから、行き先は松山、高知、熊本などの地方空港に、せいぜい札幌、沖縄という路線だと。県は開設可能性のあるローカル7空港と結べば178万人の利用が見込まれるというが、県が主体で設置する57の第三種空港のうち三大都市圏との路線以外で利用者が100万人を超えるのは観光スポットの石垣島だけだと。机上の空論で試算を行い建設に突っ走るのは馬鹿げたことであると。県は建設費を2000億と言っているが、難航している用地買収の残り部分や標高2210メートルの山を80メートルも削り取った2700万平方メートルの土地処理などで、実際の総事業費は少なくとも5000億円以上になるはずだと。あらゆる大規模の公共事業と同様に、当初見込みの 2.5 倍から3倍の金が必要になると。ちなみに昭和63年に開港した奥山空港の場合も、当初の見込みは800億円だったが、出来上がってみたら2000億円かかってたと。静岡空港のような第3種空港の建設に対する国の補助率は大体が 50%、付帯設備が 50% であるほか、地方公共団体の記載の管理償還に対しても国の交付処置が認められていると。国からお金をもらいたければ港、ダムを飛行場を作りなさいという仕組みになっているんだと。特に中央省庁出身の多くの知事たちは、地元に金を回す方法は公共事業を推進することであることをよく知っていると。空港が必要なのではなく、公共事業が必要なんだと。神戸空港は昭和57年に建設構想が発表され、平成5年に神戸市が事業主体となる地方第三種空港として政府の整備事業が決定された。平成17年完成に向けて現在建設中であると。総事業費は3140億円で、空港用地も含めて270ヘクタールの埋め立てを行い、埋め立て地の売却や埋め立て用に山を崩した跡地に団地造成を行って事業費の大半を捻出する計画だと。平成2年春に私が初めて現地を視察したとき、すでに小高い山が一つ切り崩されていたが、平成12年末に行ったときはまだ2つ目の山を切り崩し、その土砂を延々と海まで続くベルトコンベヤーにかき上げていたと。空港本体の建設費は目下のところ500億円であると。神戸空港が完成すれば、阪神地区にはアクセス20分以内に関空大阪空港が次いで3つ目の空港が出現することになると。
現在の2空港でさえ運営が暗礁に乗り上げ、さまざまな問題が表面化したところ、どう逆立しても神戸空港が立ち行くはずがないと、一刻も早く建設を中止しなければならないと。これ神戸空港ってもう完成してるんですけど、実際どうなんですかね。これちょっと調べる必要あるんですね。真っ赤かなんじゃないですか。というのが今日の朗読でした。ということで今日木曜日の放送はこれで終わりです。時間が1時間10分70分32秒ですね。閲覧された方が53名と129名と、コメントが68件ですね。ということで、今日もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただいてありがとうございました。ということで今日木曜日の放送はこれで終わります。そして明日はご案内しましたように、早稲田クロニクル主催のイベントがありますんで、そちらに参加するために明日金曜日の放送はお休みさせていただくということで、土曜日曜お休みなんで来週月曜日ですね、もしよろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。